さあ始まるよ。ファミコン大図鑑。ファミコンが世に出た1983年の夏、あの赤白の本体から全てが始まったんだ。今日はそのスタートダッシュ、ドンキーコングからテニスまで、誕生間もないファミコンの名作を10本僕と一気に振り返るよ。誰もが知ってるあのソフトにも知らなかった裏話がいっぱい。へーって声何回出るかな。あの工事現場覚えてる？ファミコン本体と同じ日に生まれた全ての始まり。鉄骨を登って樽を飛んで手汗びっしょりだったよね。あの頃僕はまだこのゴリラの正体を知らなかった。東京ディズニーランドが開園した年、朝ドラおしんも始まったばかりのまだ昭和の真ん中。今でも遊べるよ。スイッチオンラインでいつでも会える。ここで一つ、マリオのデビュー当時の名前知ってた？そう、ジャンプマン。マリオって名前は続編からなんだ。次の一本も一緒に。誰もが知るあの世界的ヒーロー、実はこの一本でまさかの悪役を演じてたんだ。その秘密は最後に。ドンキーコングジュニア、発売は1983年7月15日。ファミコン本体と同時に出た任天堂のローンチ作で、世界およそ111万本の人気作だ。今もスイッチオンラインで遊べるのも嬉しいね。2本の鶴を掴んで囚われたパパを救いに行く。手を離す一瞬のスリルに夢中になったな。あの落ちる瞬間、何度あって叫んだことか。そして真相。この作品こそマリオの名が初めてついた一本で、マリオが悪役を演じた最初で最後のゲームなんだ。あのポパイ覚えてる？ファミコンと同じ日に生まれたマリオの原点。桟橋でハートや音符を集めてブルートを殴り返す。あの頃僕はこれが後の国民的ヒーローにつながるなんて知らなかった。街には細川たかしの矢切の私、テレビではキャッツアイが始まった。そんな夏のことだった。今は公式の配信こそないけれど、実機やエミュなら今もちゃんと遊べるよ。ここで一つ、実はドンキーコング、元はポパイになるはずだった。版権が取れず生まれた代役があのマリオの原点。すべてはこの海辺から。次のあのハイの音覚えてる？派手さはないのにこれがまさかの大ヒット。ルールもわからないのにお父さんの隣でずっと見てた。ハイを並べる音が大人の世界みたいでさ。あの頃の僕はそれで満足だった。ファミコンが大人の遊び道具にもなり始めた夏。同じ日に五目並べ、レンジュも生まれてるんだ。今もスイッチオンラインで現役なんだ。あのハイにまた会えるよ。ここで一つ、日本一売れたその理由。ファミコン初の麻雀で BGM も対戦もない。地味だよね。でも決め手はお父さんたち大人が夢中になれたこと。そうそう、ポーズ画面はティータイム。コーヒーと紅茶で一息つけるんだ。あの黒と白の石覚えてる？僕らが五目並べだと思ってたあのゲーム。 CPU がやたら強くて何度やっても勝てなくてさ。あの頃の僕は向きになって石を並べるだけ。本当のルールなんて気にもしてなかった。ファミコンが生まれた年の夏、映画南極物語が大ヒットして世の中が動き出した。そんな頃の一本。今でも遊べるよ。スイッチオンラインにちゃんと残ってる。ここで一つ、タイトルは五目並べでも中身は禁じ手のある競技、連珠。しかも元はゲーセンのアーケードゲームだったんだ。あの土管覚えてる？下から突き上げて敵を蹴り落とす。マリオが主役になった最初のゲーム。二人で遊ぶとつい相手を邪魔し合ってさ。でもあの頃は気づかなかった。僕らのファミコン版、実は全部じゃなかったんだ。ファミコンが生まれてまだ数ヶ月、朝ドラおしんが日本中を泣かせていた1983年の秋。今でも現役だよ。スイッチにもクラシックミニにも、そしてあのアーケード版も今は家で遊べる。ここで一つ、消えた敵の正体。アーケード版にいた氷の敵スライス。床を凍らせつららを降らせてくる。でもファミコン版は容量が足りずカットされたんだって。知ってた？さて次の一本はあの勉強できるファミコン覚えてる？
実は世に出なかった続編があったんだ。パパの計算問題を2人で取り合って、遊びか勉強かわからないまま夢中になってたよね。あの頃僕はこれがシリーズものだとも思ってなかった。これは教育ゲームの系譜の2作目、ポパイの英語遊びから始まって、この算数遊びへ、そして3作目も用意されていたはずだった。その算数遊び、今でもちゃんと遊べるんだ。スイッチオンラインにしっかり残ってる。ここで一つ、その幻の3作目、ドンキーコングの音楽遊び。チラシの最上段に画面写真まで載りながら、店頭には並ばなかったんだ。理由は今もはっきりとは語られていない。ポパイの英語遊び、覚えてる？ 10 回ミスで即アウト。頭がウニになる英語ゲームだったよね。ポパイでアルファベットを拾って英単語を作る教育ソフト。勉強のはずなのに夢中だったな。ここでクイズ。ポパイが食べてぐっと強くなるのは1、ハンバーガー、2、ほうれん草、3、チキン。答えは最後に。今は公式の配信こそないけど、実機やエミューならちゃんと今も遊べる。さて、頭がウニになるの正体はサイエンスモード。元素名や IC 用語まで出る子供泣かせの鬼仕様だったんだ。そしてクイズの答えはほうれん草。野球ゲーム覚えてる？ファミコン初の野球で選べるのは6文字のチームだけ。僕はいつも G を選んでた。選手の名前は出てこないのに、色だけはなぜか見覚えがあって、その意味にまだ気づいてなかった。あの夏、甲子園では桑田と清原が大暴れ。本物のスターが輝いた年に、この素朴な野球が後のファミスタもパワプロも全部の原点になった。嬉しいことに今も現役。スイッチオンラインですぐ遊べるよ。ここで一つ。CDGSTW。実はこれ、セリーグ6球団の頭文字。広島、中日、巨人、ヤクルト、阪神、大洋。色まで本物だ。あのコート、覚えてる？ファミコンで初めてテニスが遊べた記念の一本。僕も夢中でラケットを振ってた。でも、コートの端に座ってたあの人の正体は、あの頃全く気づかなかった。ここでクイズ。この初代テニス、全世界で何本売れたと思う？ 57 万、120万、それとも217万本？答えは最後に。今でもね、買い切りのアーケード版や実機を探せばちゃんと遊べるんだ。ここで一つ。売り上げは全世界217万本の大ヒット。そしてあの審判席にいたのはマリオ。彼が審判を務めた最初の作品なんだ。いやー、ファミコン黎明期。どれも懐かしかったね。あの頃のワクワク思い出したでしょ？これ知らなかったってのがあったら、高評価よろしく。チャンネル登録してくれたら、次もまた一緒に続きのソフトを掘り下げていくよ。じゃ、また。